オープニング、交差点のような歴史。効果音、荒波の音とともに、現代香港の夜景がドローンで映し出される。ネオンが光る高層ビルの間に、古い黒白写真が重なる。ナレーション、東アジアの南端、太平洋と南中国海が出会う場所です。ここは単なる地理的境界ではありません。20世紀の激しいイデオロギーの戦場でもあり、資本主義の花が咲いた奇跡の土地でもあります。アヘン戦争の煙の中でイギリス領として始まり、冷戦の壁の中でもただ一息をつく自由貿易港でした。そして1997年に中国へ返還され、一国二制度の実験場となりました。今日、私たちは香港の歴史を通して、東アジア近代史の大きな流れをたどります。第一明、屈辱と誕生、アヘン戦争から南京条約まで。映像、19世紀の西欧朝地図とイギリス艦隊のイラスト、アヘン取引と燃え上がる公衆の様子。ナレーション、物語は1840年代、帝国の衰退と西欧の拡大がぶつかった時に始まります。アヘン戦争です。清王朝の弱体化とイギリスの貿易欲求が引き起こした悲劇でした。1842年、敗北した清は歴史上初の不平等条約、南京条約を結びました。その結果、香港島はイギリスに割譲され、英国植民地として第一歩を踏み出しました。当時の香港は小さな漁村に過ぎませんでした。しかしイギリスはここをフリーポートと宣言し、関税なしで貨物が行き来し、法制度も西洋式に整えられました。これが後の世界金融拠点への土台となった瞬間です。第2章、冷戦の幕と生存戦略。映像、1949年の国境内戦地図。国民党が台湾へ撤退する様子と毛沢東の天安門演説が交差。ナレーション、時間が進み20世紀中盤、世界は再び大きな渦に巻き込まれます。第二次大戦後、中国本土で国境内戦が勃発しました。1949年、共産軍が北京を占領し、蒋介石率いる国民党政府は台湾へ逃げました。二つの中国が誕生した瞬間です。毛沢東は農民を組織化し勝利を確定させましたが、これにより東アジアには新たな冷戦の影が落ちました。米国は中国の共産化を赤いドミノの始まりとみて警戒を緩めませんでした。1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発し状況はさらに悪化します。米軍と中国軍の血生臭い衝突は1953年の休戦協定で止まりましたが、米中の深い敵対感情は残りました。米国は中国輸出管理と呼ばれる輸出統制で中国を西側経済圏から遮断しました。ソ連との同盟も60年代にイデオロギーや国境問題で亀裂が入ります。映像、香港港に停泊する多数の貨物船とにぎわう街並み。音楽が緊張感から活気あるジャズへ変わる。ナレーション、この時、香港の独自の価値が光ります。本土が竹の幕で閉ざされ、台湾海峡には米国第7艦隊が配置される中、香港は西側と共産中国を結ぶ唯一の息抜き港となりました。冷戦期、香港は情報と物資が行き交う唯一の窓口でした。広東語文化は本土の抑圧から逃れた知識人や資本と結びつき、独特の都市アイデンティティを形作っていきました。大前理明、戦争の影と外交の転換。映像、ベトナム戦争のヘリコプター出撃シーンとホーチミンルート地図。その後ニクソン大統領と毛沢東が握手する歴史写真。ナレーション、東アジアの冷戦は朝鮮戦争を超えてベトナム戦争へと規模を拡大しました。ホーチミンやキム・ジョンイルら共産勢力は、プロレタリア国際主義を掲げて革命を広めました。1964年のトンキン湾事件以降、本格的なベトナム戦争が始まりました。ゲリラ戦術と米軍の圧倒的火力が衝突し、多くの犠牲者が出ました。1968年のテト攻勢は軍事的には失敗でしたが、米国内の反戦世論を刺激する転換点となりました。
最終に1973年のパリ和平協定、1975年のサイゴン陥落でベトナムは社会主義国家となりました。しかし冷戦は予想外の逆転を迎えます。ソ連との関係が悪化した中国は生き残りのため新たなカードを引きました。それが米国との接触です。1971年、小さな卓球ボールが巨大な氷山を溶かしました。ピンポン外交です。その翌年、1972年、リチャード・ニクソン大統領の歴史訪中は長年の敵対関係を解凍し、ソ連を牽制する三角外交の幕開けとなりました。この時期、香港は再び重要な舞台となります。米中間の秘密交渉が行われ、中立地としての役割が一層強固になったのです。第4章、アジアの竜、金融拠点と文化の復興。映像。70年代から80年代の香港証券取引所の忙しい様子。ブルース、リーと清流の映画クリップ。献身を楽しむ人々。ナレーション。政治劇編の中でも、香港の経済は爆発的に成長しました。英国の法治と自由市場の仕組みの上に、本土の労働力と資本が加わり、アジアの四大流の一つとなりました。香港証券取引所は東京とニューヨークを結ぶ世界金融ハブとして位置づけられました。経済成功と同時に文化ルネサンスが起こります。広東語を基盤とした香港映画産業は世界中を熱狂させました。カンフー映画からフィルム、ノワールまで、香港映画は東アジアの大衆文化をリードしました。また、食の天国と呼ばれる広東料理は、精巧な点心から屋台の軽食まで、香港独自の暮らし方を完成させました。狭い空間に密集した人口、急流城壁のような超高密度住宅は混沌に見えましたが、そこには激しい生命力と共同体意識が芽生えていました。これこそが香港人が作り上げた都市のアイデンティティです。第5章、1997年の返還と一国二制度の挑戦。映像。1997年7月1日の夜明け、英国旗が下ろされ中国旗が掲げられるシーン。ウィンストン、チャーチルと江沢民の握手。ナレーション。しかし永遠に続くように思われた英国支配にも終わりが来ました。1984年の中英共同声明で香港の未来が決まりました。1997年7月1日、香港は中国に返還されました。鄧小平が提案した一国二制度、一つの国の中で二つの制度を共存させる画期的な考え方です。この約束は香港の資本主義体制と自由、そして高度な自治権を50年間守ることを意味しました。ナレーション。やや重い口調。返還後、香港は中国の窓口としてさらなる繁栄を遂げましたが、時間が経つにつれ、一国と二制度の間の緊張は高まっていきました。本土の急速な台頭は香港の経済優位性を脅かし、政治統合の圧力は香港固有のアイデンティティと衝突し始めました。金融ハブとしての地位は依然として強いですが、民主化と自治をめぐる議論は香港の未来を不透明にしています。クロージング、答えのない問い。映像。ビクトリアピークから眺める現在の香港全景。朝霧が晴れ、太陽が昇る。ナレーション。アヘン戦争の傷から冷戦の隙間で生き延び、金融と文化の中心地へと成長した香港。その歴史は大国の利害がぶつかる荒波の中で、どうやって独自の道を切り開いてきたかを示しています。スティーブ・チャンが語るように、香港の近代史は単なる地域の物語ではなく、世界の秩序を読む鍵なのです。いいえ、それは、20世紀の東アジアが抱えていた光と影すべてを映し出す鏡のようなものです。1997年の返還から50年が過ぎた2027年。その時、香港はどのような姿になっているでしょうか。一国二制度という仕組みは、成功したモデルとして歴史に残るのでしょうか。嵐の真ん中でありながら、自由な港でもあった香港。その次のページは、今も書き続けられています。アジアの歴史を振り返ると、
そこには激しい争いと大きな変化の物語がありました。まず、東南アジアに目を向けてみましょう。イギリスによる植民地支配や日本によるインドネシアやマレーシアの占領など、多くの国が苦しい時代を経験しました。そんな中で、1955年に開かれたバンドン会議は大きな転換点となり、非同盟運動が始まりました。視点を朝鮮半島に移すと、朝鮮戦争という激しい衝突がありました。中国が介入し、彭徳懐率いる軍が長津湖の戦いなどで米軍と激しくぶつかり合いました。この争いは、米国が台湾海峡に第7艦隊を派遣し、中国への貿易を禁止することにつながり、米中の深い対立を生みました。また、インドシナ半島でも冷戦の影が色濃くありました。中国がベトミンを支援し、米国はドミノ理論に基づきフランスを支援して共産主義の拡大を阻止しようとしました。その後、1954年のジュネーブ協定でベトナムは分断されました。中国国内では激しい内戦が繰り広げられました。1949年に中華人民共和国が建国されると、国民党は台湾へ逃れました。その後、台湾は経済成長を遂げましたが、台湾海峡を挟んで緊張状態が続きました。さらに、朝鮮半島の歴史をたどると、朝鮮王朝の末期に日露戦争が起こり、一紙条約やハーグ密使などを経て、191年に日本による併合が行われました。一方で、タイの文化には面白い特徴があります。イギリスの影響を受けて車の運転席が右側にあり、ハイソサエティという言葉が使われています。また、物語の世界でも、ロビンソン、クルーソーのような作品は植民地主義や階級社会という視点から分析されます。これは、家族の中で長男と末っ子が違う役割や立場にある関係に例えることができます。シンガポールやマレーシアに残るイギリスの足跡も深く刻まれています。多くの中国系やインド系の人々が移住し、それぞれの役割を持って経済を支えました。しかし、その裏では錫やゴムなどの資源を奪い合う搾取もありました。日本占領時代には、粛清と呼ばれる悲しい虐殺も起こりました。シンガポールは、その地理的利点を生かし、1965年に独立を果たしました。その後、急速な経済成長を遂げ、アジアの4匹の虎と呼ばれるほど強い経済力を持つようになりました。このように、東南アジアの国々は、西洋の帝国主義という大きな波に飲み込まれながらも、それぞれの道を歩んできました。東南アジアで唯一、植民地支配を逃れた独立国としての地位を確立しました。車は左側通行です。これはイギリスと同じルールで、イギリス文化の影響を受けた結果です。王と私でも知られるモンクット王の改革は、東南アジアと西洋の文化が静かに交わった象徴的な出来事でした。周辺国のミャンマーなどからは、領土を割譲してかろうじて生き延びた政策が、国を売ったコウモリと皮肉られ、民族自尊心を失ったと厳しく批判されることもありました。タイは植民地化は免れたものの、領土を割譲し西洋に協力した経緯から、完全な独立とは言い切れないという見方も存在します。外交の手腕と民族の誇りの狭間で、複雑な思いが絡み合っていたのです。次に、イギリスとフランスの植民統治の違いを比較してみましょう。イギリスの統治方法は、間接統治でした。現地の指導者であるスルタンや部族長を活用し、表面上は現地の文化を尊重する形をとっていました。ただしこの方法には欠点があり、分断統治という政策を行いました。これは仲の悪い2人の友達の間に割って入り、それぞれに異なる話をして対立させるような策略で、民族同士を分けて統治しやすくするためのものです。例えばマレーシアではマレー人と中国系住民の間に溝が生まれ、独立運動の引き金にもなりました。一方フランスは直接統治と同化政策を取りました。フランスの役人を直接派遣し、フランスの文化や言語を強制しました。同化政策とは、客に無理やり自分の料理だけを食べさせ、客の好きな料理を食べさせないようにするようなもので、支配国の文化や言語を押し付け、
現地の文化を消そうとする政策です。この政策は非常に搾取的で、資源の略取や強制労働といった制度が行われ、独立後も経済の不均衡が長く続く結果になりました。ベトナムやカンボジア、ラオスでは反植民運動が盛んになりました。次に、タイと周辺国の状況を比較してみましょう。タイは列強の干渉地帯という地理的幸運に恵まれ、遠距離外交と近代化改革を核とした戦略で、東南アジア唯一の独立国となりました。一方、ミャンマーはイギリスの直接統治と分断政策を受け、1948年に独立したものの民族対立は今も続いています。マレーシアもイギリスの間接統治と経済搾取を受け、1957年に独立しましたが、1948年から1960年まで非常事態が続きました。ベトナムはフランスの同化政策と搾取を受け、1954年のディエンビエン風の戦いを経て独立を果たしました。タイが独立を保てた理由は大きく3つあります。第1は地理的幸運です。隣同士の家の境界に立っているように、列強同士の干渉地帯だったことで狙われにくかったことです。第2はリーダーシップです。モンクット王やチュラロンコン王の先見の明かりにより、伝統を守りながら近代化と外交を両立できました。第3は柔軟な戦略です。領土を割譲する代わりに内政改革に集中し、交渉で危機を乗り越えました。これは相手に少しの土産を渡して、自分の家の大事な部分は守るような賢い選択でした。興味深いのは、植民地化を免れたタイにもイギリス文化の影響が色濃く残っている点です。左側通行や教育システムなど、日常のあらゆるところにその痕跡が見られます。そのため周辺国からは、植民地と大差ない、という批判も受けます。東南アジアの歴史において、タイは唯一植民地化されなかった国家として、国家アイデンティティの象徴となっています。しかしイギリスやフランスの文化の影響は今も深く残っているのが事実です。ここで少し補足すると、タイの外交政策がコウモリ外交と批判されることがありますが、これは実用主義と民族主義の間の緊張関係をよく表しています。また近代化の裏側を見ると、西洋の文物を取り入れたのは生き残るための戦略だったものの、文化的アイデンティティが失われることを危惧する声も当時からありました。以上がセグメント4の核心内容です。タイの独立維持は、地理的巡り合わせとリーダーシップ、柔軟な外交が組み合わさった結果で、東南アジアの歴史において非常に珍しい事例と言えるでしょう。次に、マラヤ非常事態と建国をテーマに、5段階の構造分析を示します。各段階は元の原稿から抽出した革新情報をもとに、年代順、主題別の流れに沿って整理しました。第1は原因です。イギリスの植民統治が残した遺産が背景にあります。イギリスはマレー人を農業や漁業、行政職に誘導し、中国系を工業や商業に、インド系をゴム農園の労働者に配置しました。人種、経済分離政策により民族ごとの役割が固定化され、経済的不平等や疎外感が深まりました。特にマレー人は中国系が経済の中心分野を抑えたことで民族自覚が高まり、ブミプトラ、土地の子という自意識が芽生えました。次に政治的不平等もありました。1946年にマラヤ連合が提案された際、イギリスはスルタンの権威を弱め、中国系などの移民に市民権を与える計画を進めました。これにマレー人が反発し、民族主義の火に油を注ぐことになりました。さらに第二次世界大戦の影響も大きかったです。日本による占領期、1941年から1945年まで続いたこの時期に、白人優位の神話が崩れ落ちました。中国系住民への残酷な弾圧も相まって、中国系の反日感情や民族主義が高まり、マレー人と中国系の対立がさらに悪化しました。第2は背景です。独立に向けて複雑な条件が整っていました。戦後のイギリスは国内の再建に苦慮し、植民地の統治方式を見直すことになりました。1957年8月31日、マラヤ連邦が独立を果たしました。
正した民族社会の矛盾も抱えており、マレー人は政治的優位を求め、中国系やインド系は平等な権利の保障を求めて対立しました。第3は非常事態の勃発です。1948年から1960年まで続いたこの事態は、1948年6月にイギリスがマラヤ共産党 MCP を非合法化したことがきっかけでした。共産党は主に中国系を支持基盤として武装闘争を開始し、イギリスは非常事態を宣言しました。軍や警察による大規模な武力鎮圧、居住地の再配置、農村人口の統制といった措置が取られ、独立後はマレー人優位の体制が築かれました。この過程で民族対立はさらに深まり、1964年のシンガポールでの人種暴動や、1969年5月13日の大規模な人種暴動が発生し、議会は停止され緊急統治が実施されました。第4は建国過程の挑戦です。民族政策の対立があり、ブミプトラ政策と呼ばれるマレー人優遇策が進められたものの、中国系やインド系の不満が爆発し、1969年の暴動の原因となりました。次に経済的対立です。1965年8月9日、シンガポールが連邦から分離独立し、連邦政府とシンガポールのビジネス層の間で財産移転に関する懸念が生じました。最後に政治的不安定さです。イギリスの分断統治の遺産により民族間の不信感が残り、民族主義と多民族統合の間の緊張が続きました。また共産主義の脅威もあり、非常事態期間中は共産勢力とマレー人国民の対立が続きました。第5は結果と遺産です。1963年9月16日、マラヤ連邦にシンガポール、サバ、サラワクが合併し、マレーシア連邦が誕生しました。1965年にシンガポールが分離した後、現在のマレーシアの枠組みが完成しました。ブミプトラ政策は今も継続され、新経済政策、ネップなどを通じてマレー人優遇の体制が保たれています。ただし1969年の暴動以降、国民統一政策が推進されても民族間の不信感は残っています。国際的には、冷戦時代のマラヤ非常事態は反共闘争の象徴とされ、イギリスの分断統治が現代マレーシアの民族対立に与える長期的影響は今も議論が続いています。この動画では、シンガポールが1965年8月9日にマレーシア連邦から強制的に独立するまでの経緯と、その後の影響について解説します。前回のセグメントでは、シンガポールの強制独立後の驚異的な発展、マレーシアとシンガポールの関係、東南アジアの地政学的変化を取り上げました。特にクアンユーのリーダーシップ、民族間の対立、経済政策がシンガポールの奇跡的成長を支えたことに注目しました。この事象を理解するための全体の流れは、原因、背景、事件、過程、結果の5段階です。まず根本的な原因は3つあります。イギリスの植民統治、第二次世界大戦の影響、マラヤ連合への反感です。背景としては、独立前の多民族社会に潜む対立とイギリス統治の限界、民族主義の高まりがあります。その後、共産党の武装闘争が1948年から60年まで続き、イギリスがこれを鎮圧した後、1969年に人種暴動が発生します。建国に向けた課題としては、ブミプトラ政策の問題、シンガポールの分離、民族間の不信感の深刻化がありました。最終的に残された遺産として、マレーシア連邦の結成、民族政策の継続、冷戦時代の反共闘争、植民地支配の長期的影響が挙げられます。シンガポールの独立、悲劇から奇跡へ。1965年8月9日、シンガポールはマレーシア連邦から強制的に分離されました。これは民族的対立、イデオロギーの違い、経済的衝突が重なった結果です。当時は、こんな小国が本当に生き残れるのか、という懐疑的な声が多く聞かれました。
クアンユーは現実的な政策を次々と打ち出しました。まず法の支配を徹底し、次に腐敗を根絶し、人材、つまり人の能力への投資を大きく進め、開放的な経済政策を実施しました。具体的施策として、強制貯蓄制度の導入や公営住宅の大量整備、多国籍企業の誘致が行われました。その結果、1人当たりの所得はイギリスを追い越し、シンガポールは世界で最も豊かな都市国家の一つとなっています。マレーシアのアイデンティティ再構築、ブミプトラ政策、すなわちマレー人を優遇する政策は民族バランスを取ることを目的としましたが、中国系やインド系住民との経済、社会的対立は今も解消されていません。また、シンガポールの分離やコンフロンタ市、すなわちマレーシアとインドネシアの対立は、東南アジア地域での協力の必要性を改めて浮き彫りにしました。地政学的意味、冷戦時代の東南アジアにおいて、シンガポールは反共の姿勢を明確にし、西側諸国と緊密に協力しました。一方マレーシアはマレー民族主義を最優先し、国内統合に注力しました。そして東南アジア諸国連合、通称ASEANが1967年に誕生し、地域の安定と経済協力の重要なプラットフォームとなっています。歴史的教訓、民族主義と実用主義の対比が非常に興味深い点です。シンガポールは多民族共存の試みが失敗した後、経済成功を通じて国家のアイデンティティを再構築しました。一方マレーシアは民族を重視する政策で国内の安定を目指しましたが、構造的な不平等が今も残っています。さらに制度の重要性も無視できません。シンガポールの成功は、法の支配や行政の透明性、高い効率性という強い制度に支えられています。一方多くの開発途上国は、腐敗や政治的不安定さから成長の機会を逃してきました。次のセグメントでは、シンガポールの経済モデルが世界に与えた影響と、東南アジアの未来について議論します。第一にシンガポールモデルの世界的広がり。第二にクアンユーの功績と権威主義と効率性のバランスへの批判。第三に ASEAN の現在と未来、米中競争などのテーマです。ここで皆さんに考えていただきたい質問を3つ紹介します。第一に、シンガポールの成功は他国でも再現できるのか。小さく中央集権な国家であること、強いリーダーシップがあることなど、再現可能な条件は何か。第2に、民族主義と多文化主義のバランスです。マレーシアのブミプトラ政策は公平だったのか、逆差別だったのか、またシンガポールはどのように民族間の対立を上手に管理しているのか。第3に、制度とリーダーシップの関係です。2、クアンユーのような指導者がいなければ、シンガポールはここまで成功できたのか。制度の安定性がリーダーシップよりも重要な理由は何か。次に、シンガポールの強制独立の背景と詳細な経緯を説明します。背景、シンガポールの歴史的位置づけ。植民地時代、1819年にスタンフォード、ラッフルズがイギリスの植民地としました。その後自由港として発展し、東南アジア交易の中心ハブとなりました。中国系が7割5分。マレー系が1割5分、インド系が 7% という多民族社会が形成されました。第二次世界大戦後、1946年にイギリスの直轄植民地から自治政府が設立され、人民行動党を中心とした中道左派や共産勢力の政治対立がありました。強制独立の直接的な原因。マレーシア連邦加盟と衝突。1963年9月16日、シンガポールはマレーシア連邦に加盟しました。当時の目的は3つありました。第1に経済的協力。第2に共産主義の拡散防止。第3にマレー人の特権を維持することです。しかし加盟当初から対立の種がありました。第1に民族、政治的不均衡です。マレーシアはマレー人優遇政策を実施していましたが、シンガポールは中国系が多数を占めるため、マレー人特権に強く反発しました。第2に経済的競争です。
シンガポールの工業化とマレーシアの農業中心の経済の違い、関税障壁や相互不信感が協力を妨げました。第3にイデオロギーの衝突です。B、クアンユーの現実主義、非共産主義で西洋式資本主義を重視する考え方と、マレーシアのマレー人優先主義がぶつかり、シンガポール内の共産主義勢力とマレーシア政府の間にも摩擦がありました。B、1964年の人種暴動、7月と9月に、マレー系と中国系の間で流血の衝突が発生しました。原因はマレー人の特権に対する中国系の反発と、人民行動党のマレー人優遇政策への反対により、民族的緊張が極度に高まったことです。結果として36人が死亡、500人以上が負傷しました。マレーシア中央政府はシンガポールに非常事態を宣言し、外出禁止令を出しました。C、政治的決裂。1965年8月9日、マレーシア議会でシンガポール追放案が126票で可決されました。B、クアンユーは、これは悲劇だが、生き延びなければならない、と述べ、強制独立を受け入れました。そして正式にシンガポール共和国を宣言しました。強制独立の結果、初期の危機、経済は非常に不安定な状態に陥り、マレーシアの市場から排除されたことで貿易依存度が急上昇しました。失業率は 10% 台に達し、住宅不足やインフラ未整備が大きな問題となりました。政治的にも孤立し、国際的承認が急務となりました。国際連合への加盟は1965年9月21日に行われました。また国防力がほぼない状態だったため、後にイスラエルや台湾などで軍事訓練を受けました。B、クアンユーの対応、生存のための奇跡。B、クアンユーはいくつかの経済政策を迅速に打ち出しました。第一に輸出主導の工業化です。多国籍企業を積極的に誘致し、雇用を創出し、外貨を安定的に獲得できるようにしました。次に強制貯蓄制度を導入し、国民の貯蓄を促進すると同時に、住宅開発庁による公営住宅の大規模整備を進め、居住環境を改善しました。これによりシンガポールは極めて短期間で成長を遂げました。1965年8月9日、マレーシアから突然追い出された小さな島、シンガポール。港の霧の中でクアンユー首相は静かに涙を流した。その瞬間は、嵐に見舞われた小舟が岸を失ったような絶望感だった。しかしその涙は、新たな航路を切り開く最初の波となった。独立直後、国は資源も裏庭もない状態だった。政府はまず工業基地を築く道を選び、1968年にジュロン港を拡張し、同年にジュロン工業団地を造成した。これは空っぽの畑に種をまき、工場という苗木を植えるような取り組みだった。若い工場労働者は汗を流しながら機械の音に耳を傾け、自分たちの手で未来を作る思いを胸に抱いた。次に金融の世界に目を向けた。1968年にアジアドル市場を開設し、世界中のお金がシンガポールを通るようになった。これは港に続くもう一つの運河で、船ではなく資本が行き交う水路だった。さらに1981年に政府投資会社 GIC を設立し、国家の貯蓄を海外の成長産業に回す仕組みを作った。これにより国内の貯金は大きな木の根のように世界中に張り巡らされた。国民一人一人にも将来への備えを求め、中央公基金 CPF を導入し、給料の一部を強制的に貯蓄させた。これは毎月のお小遣いから少しずつ貯金箱に入れる習慣に似ている。時間が経つにつれ、この積み重ねが全国的な安全網となり、災害や病気に備える力となった。社会面では住む場所づくりが急務だった。政府は HDB と呼ばれる公共住宅を大規模に建設し、現在では人口の9割以上がこれらの住宅に暮らしている。さらに異なる民族が同じ建物で生活するよう工夫し、一つの大きな家族食卓でさまざまな料理を分かち合うように、人々の間に自然な結びつきを生んだ。言葉の統一も重要な政策だった。
英語を公用語に定め、学校やビジネスの場で共通の言語を使うようにした。これは異なる出身の人々が同じレシピで料理を作れるように、共通の調理法を教えるようなものだった。その結果、世界中の企業がシンガポールに集まりやすくなった。防衛と外交でも基盤を固めた。1967年に国民兵役制度を開始し、若者は自分の島を守るために訓練に励んだ。同じ年に ASEAN に加盟し、近隣諸国と手を携えて地域の平和と協力を築いた。これは近所の町内会に参加し、互いに助け合う約束を交わすような関係だった。こうして歩みを進めた結果、1970年代から1990年代にかけて経済は驚異的に伸びた。国内総生産、すなわち GDP の年間平均増加率は 8% から 10% 程度だった。1965年の1人当たり GDP は516ドルだったが、2023年には88,450ドルにまで達し、世界トップクラスの水準となった。また腐敗の少なさでも国際的に評価され、透明性国際機関のランキングで第1位に輝いた。このようにして生まれたシンガポールモデルは、開かれた経済と強い政府、そして法の支配という3本柱で成り立っている。さらにスマートネーションやフィンテックといった先端技術への投資、教育とインフラへの継続的支援によって、人材、すなわち人資本を高めてきた。一方で批判の声もある。一党優位の政治体制や報道の自由への制約が指摘され、所得格差の拡大も課題として挙げられている。国際的には、かつての植民地から先進国へと変貌した姿が、小さな国家でも生き残れる希望の象徴となっている。シンガポールは海上交易の要所という地理的利点を生かし、米国、中国、ASEAN の間でバランスを取る中立外交を展開している。これは縁の下の力持ちのように、大きな力同士の間で調整役を果たす立場だ。発展独裁の側面については、経済成長と社会の安定という成功がある反面、民主主義の後退や個人の自由の制限という課題も指摘されている。この歴史からいくつかの教訓が浮かび上がる。まず危機は変化の原動力になるということだ。強制独立という絶望状況が、むしろ改革への情熱を燃やした。次に実用主義の勝利である。思想や理想よりも実際の結果を重視し、何が効くかを常に試した。第三に多民族社会の融和である。公共住宅政策を通じて異なる背景を持つ人々が同じ屋根の下で生活し、自然に理解を深めた。第四に国家ブランドの重要性である。法の公正さと透明性が世界中の投資家に安心感を与えた。最後に小国の生存戦略として、国際協力と内部の結びつきが不可欠であることを示している。他の事例と比較すると、興味深い共通点と違いが見える。韓国の1960年代は輸出主導の工業化と権威主義政府という点で似ているが、民主化過程と財閥中心の経済構造では異なる。台湾の1970年代は技術革新と輸出志向という共通点があるが、中国との政治対立という点で違う。ドバイ、UAE は貿易ハブと外国資本誘致という共通点があるが、石油依存度の高さという点で対照的だ。スイスは中立外交と金融ハブという共通点があるが、天然資源の貧しさと銀行の秘密主義という違いがある。結局のところ、強制独立は呪いだったのか、それとも転換点の前奏曲だったのか。クアンユーの涙は過去の喪失への悲しみだったが、その涙がシンガポールを新たな未来へと導いた。革新的成功要因は3つある。1つはリーダーシップ、すなわちクアンユーのビジョンと実行力。2つは国民の結束、共通の目標のために犠牲を払う姿勢。3つは開放性と実用主義、世界とつながりながらイデオロギーよりも結果を重視する姿勢だ。これからの課題も見えてくる。民主主義と経済成長のバランスをどう取るか、技術革新を通じて持続可能性を確保するか、そして社会包摂性、すなわち所得格差を解消し、誰もが幸せを感じられる社会を作るか、
これらの問いに答えることで、シンガポールの物語は次の章へと続いていく。